時はくさび型陣が大安定でしょう。シールドがあれば亀甲陣、なくても回復強めなら円形陣も試してみたくはなりますが、まあくさび型陣一択でしょうかね。こんぷは大家好、我是プアル。私事ですが、直近の KVK が終わりました。今回の戦闘で今年の目標だった100億撃破、無事達成できました。応援してくれた方々、ありがとうです。次に狙うは最高峰かな。戦闘でリソースを使っちゃう無課金勢にはちょっと厳しめなんだけど、少しずつ貯めてね、準備していけたらなと思います。プアルです。減価してるとはいえ、ハッピーなスキンからなる早で最高峰ゼニススキンにしていただきたいと思っています。コンプアディレン2&6号です。はい、今回はライズオブキングダムから。さあ、いよいよ来ます。旧兵新指揮官登場の情報です。MGE の防衛指揮官と野戦指揮官ですね。ハヤムウルクとアルプ・アルスラーンです。最近は兵種別の有利不利3組の兵種じゃんけんを強化しているように感じます。今回の指揮官もその方向性を色濃くしているのでしょうか。現在無双状態のイーバルラリーに待ったをかけるのか、とても楽しみですね。そして野戦指揮官アルスラーン。アルスラーンといえばヤシャシーンってね、こっちに私の脳内がざわつきますが、結構旧兵2部隊を考えて待ちわびている方も多いんじゃないでしょうか。新指揮官はどんなスキル、どんな指揮官なのか、一つずつ実践目線で見ていきましょう。開発中の情報を含むので実装後変わってくるかもしれませんが、ご承知の上ご覧くださいということで、このチャンネルはライズオブキングダム公式クリエイターがお届けしています。チャンネル継続はあなたの応援で成り立っています。ぜひ高評価と一手間かかりますが、ハイプやスーパーサンクスよろしくお願いします。では早速一人ずつ指揮官見ていきましょう。まずはハヤムウルク。二つ名が千鳥の主ということで、千鳥のノブみたいな響きですが、全く関係ないです。ガジャパヒト王国第4代国王、最小のガジャマダを徴用し、インドネシア諸島を統合して王国の全盛期を築いたジャワ史上最大の名君です。来近では防衛指揮官としての登場。MG 指揮官ですね。添付は旧兵防衛スキルの3つです。さあスキルの癖は強いんでしょうか。見てみましょう。スキル1、アクティブスキル AS と省略します。AS は禁欲降臨で合ってますかね。怒り戦消費の単体ですね。直接スキルダメージ2500を与えると同時に3秒間の攻撃 10% 低下、こちらのデバフを与えるというもの。さらに10秒間捕食者という効果が獲得できると。これは直接ダメージまたはトゥルーダメージですね。真実ダメージを与えた際、軽傷ユニットを回復すると。回復量はダメージ係数の 10%、クールダウン5秒と。タゲが単体ということで、防衛なのでね、ここは普通といったところ。ダメージは抑え気味だけど、デバフと回復があるのはいいよね。ただクールダウンが5秒なのでガンガン回復するわけではなさげ。タイミングによっては少ないダメージの時に回復が発動されて、大ダメージの時にクールダウン中なんてこともありそうなので、ここは少し残念なところ。スキルに黄金起源、説明には率いる歩兵とあるけど、これは旧兵でしょうね。旧兵部隊は攻撃力 30%、ヒットポイント 10% 上昇。また部隊が旧兵のみの場合、受けるスマイトダメージ、銃撃ダメージが 10% 減少。これは重要だね。バフの上昇値は波か若干低めなので、ここは残念だけど、スマイトダメージ、銃撃ダメージカットがあるのはポイント高い。ただ旧兵のみの制約付きだから、防御の兵種管理をしている人はかなりシビアになりそうだね。ただ単に兵種別のバフの効果だけなら、違う兵種が混じってもその兵種だけバフが減るということなので、しっかり揃えてねという意味合いだけなんだけど、これ系の兵種揃えないとスキル自体無効になってしまうものだと地味に痛いので、ここはかなり注意が必要です。スキル3、パジャン・ラトゥーモン。これは2つの条件別で効果が出るスキルですね。まずは防衛指揮官を務める場合、自部隊の治療とシールド効果が 10% 上昇。
これはペアによるけどいい効果。そしてスマイトダメージを受けると 50% の確率で攻撃部隊の怒り獲得速度が2秒間 20% 低下するということで、対歩兵の AS 回転率を下げるデバフ、全体的に見るとダメージ減少につながるので、これは強い部類のスキルではないでしょうか。現在の歩兵メタラリーには怒り獲得上昇があります。このペアに対しては完全に上回ることはできませんが、少しでも怒り獲得を遅らせる要素ですね。次はオブジェクト特化の効果だね。拠点を防衛する場合、自部隊の兵力が 10% 減少するごとに出る効果で、自部隊のデバフを1つ浄化、そしてもう1つが10秒間自部隊の与える全てのダメージが 5% 上昇、最大 15% まで上昇ということで、これは2つ目の方がかなり有効なんじゃないかな。オブジェクト防衛は補充で長引くのが前提なので、がっちり組み合う攻防になるなら最大の効果が得られるでしょう。持続は10秒だけだけど、旗なら200万の 10% で20万減少ごとに効果が入るという解釈なら、状況にもよるけど結構常時バフに近い感じになるんじゃないかな。後半の効果は都市防衛では無効なので、オブジェクト防衛に使っていく指揮官なのかな。スキル4、弾手の剣。防衛指揮官を務める場合 10% 防御力上昇、そして基礎攻撃または反撃ダメージを2回与えるごとに対象部隊または攻撃者に即座に直接ダメージ200を与える。この効果は1秒に最大6回まで発動可能で、クールダウン4秒ということでスワーム対策だね。対象が6部隊ということなので、この解釈が正しければ全てを1秒間に判定しないといけないので、例としてターゲットに基礎ダメージと反撃ダメージを同時に与えて、ダメージ200を1つ発動、あとは竹以外の反撃ダメージを10回与えられる状況、つまり周囲10部隊に囲まれてそれぞれ2回目に当たる反撃ダメージを与えた部隊に、対象 5部隊だね、それに200ダメージを与えると、この状況が最大のダメージを出せる計算です。例えば都市を5部隊で囲まれた時はダメージ200を当てられるのは3部隊にだけで、ダメージを当てられない部隊も出るし、ちょっと癖のある条件だよね。ただスワーム対策はあるよということなので、ないよりは心強い。ラリー単体とかだと単純に 1AS サイクルでダメージ400上乗せみたいな感覚になるかな。スキル5、戦蔵突撃。スキルダメージと確定ダメージが 5% 上昇。行動阻害を受けた時、その効果を無効化し3秒間反撃ダメージ 50% 上昇。ここでもスキルダメージ確定ダメージアップがあるのね。いい感じ。そして行動阻害が発動条件というのも癖はあるけど、もし頻繁に行動阻害をしてくる相手との戦闘であればスワームにかなり強く働きそう。現状メインで当てはまるのはアエミリアヌスラリーだよね。ここにピンポイントで刺さるので、イーバル・アエミリアヌスラリーには定期的に痛い反撃ダメージを出せるということですね。特に良いところです。スキルの癖が強いのか、説明が多くて列挙すると長いね。ざっくり言うと、回復と回復量アップ、シールド強化に対スマイトダメージ、想定は歩兵ラリーに対しての強化、そして行動阻害に対して痛い反撃ダメージとスワーム対策、攻撃力アップにダメージ上昇もあるという感じ。癖のあるスキルもあるけど効果が多くて広い印象です。ペアはシナジーが強く真っ先に想定されるであろう。指揮官はチェヨンですね。攻撃力と全てのダメージ、回復量、確定ダメージ、それぞれの上昇バフ、これら全てはチェヨンの AS 強化につながり、バフも相互に補う形です。条件が限定的だけど、ハマれば合計の反撃ダメージバフが 90% 以上になるので、これは強いよね。
ヘラクレイオスはシールド強化とスキルダメージ強化のシナジーがあるので候補に上がるでしょう。ただウルムは兵種を揃えると強みが出るので、弓のみの防衛とすると実戦で今大活躍のヘクトル、銃撃連撃ときて弓防衛でもその力を発揮するのか、ウルムヘクトルペアが本命並みの期待値となるでしょう。特殊ですが少人数のオシリス AOO なら QSH 衛星ウルムでラリーからそのまま防衛なんていけるかもしれないので試してみたいですね。新軍機の登場でディドーが返り咲いたと激震が走りましたけど、ウルムディドーを使うよりは今挙げた指揮官のどれかの方が結果が良くなる気がしますが、実際どうなるでしょう。添付はこちら。ウルムの治療効果を先に出したいときはスキルですね。こちらが一例です。チェヨンなど防御の一例です。軍機はくさび型陣が大安定でしょう。シールドがあれば亀甲陣、なくても回復強めなら円形陣も試してみたくはなりますが、まあくさび型陣一択でしょうかね。このチャンネルは不定期投稿です。あなたが気づく前に投稿されることがあるので、このベルマークで設定をすることをお勧めします。これで動画が投稿された時などお知らせが来ますので分かりやすいようにぜひチャンネル登録していってくださいね。さあ続いては野戦指揮官アルプ・アルスラーンです。1071年マンジケトルの戦いでビサンツ帝国を撃破。現在のアナトリアのイスラム化トルコ化の礎を築いた大セルジューク朝の第2代スルタンということで、添付は弓共通スキルの3つです。気になるスキルを見てみましょう。スキル1 AS 勇猛なる獅子。ターゲットは単体怒り1000消費で発動の AS です。ダメージは2000の直接ダメージ1回与え、部隊は10秒間獅子王の状態を付与すると。獅子王の状態とは3秒ごとにターゲットにヤキズという効果を1スタック付与する。ヤキズを付与されていると5秒間持続する追加ダメージ100受けると。ヤキズは3スタックでき、スタックすると持続時間が更新されるという効果ですが、まず単体ということでちょっと残念感がありますかね。獅子王の効果は10秒間持続するので、戦闘を継続している限りは切れることはないかもです。1AS サイクルは4から10ターンくらいなので、1AS サイクルでヤキズを1回から3回くらいね、与えることになるかな。ダメージとしては、早ければ2100、遅ければ2600というくらいになるでしょう。ここだけ見るとそこまで強くなさそうな印象。スキルにオグズの陣屋。野戦部隊の場合、9兵のヒットポイント 25%、攻撃力 15% 上昇。戦闘開始後最初の10秒間、基礎攻撃時 50% の確率でヤキズの効果を1スタック付与する。クールダウン5秒と。また、受ける治療効果が 10%、行軍速度が 25% 上昇すると。野戦の縛りはありますが、いろいろ効果が得られます。ヒットポイントと攻撃力は並ですが、回復 10% 上昇と戦闘開始時からヤキズを与えるチャンスがあるというのは強そう。高確率で AS 初段が入る前に追加ダメージが発生するでしょう。そして行軍速度 25%。これは上の9兵限定と分けてあります。英語原文でも全兵種適用になっているのですが、そのまま受け取っていいのか記載ミスなのか分かりませんが、どっちにしても 25% はかなり実践的、助かりますね。スキル3、相当の和紙。ちょっとこの効果説明が複雑なんだよね。今回何回見直してもつかみにくいんだけど、一つずつ見ていきましょう。まずはデバフを5回与えるごとに自部隊に白和紙白和紙の効果を10秒得る。白和紙の効果というのは基礎攻撃時 50% の確率でターゲットがヤキズ、毒、減速の効果中ならそのダメージ以外通常デバフ効果の部分だけを2個
ターゲット以外の周囲にいる最大3部隊の敵に付与するというもの。クールダウンは4秒なので 1AS サイクルに2回くらい出せるかなという頻度。注意点はこの3種のデバフ、自部隊が与えたものだけが対象になるという点です。アルプが与えられるのはヤキズだけなので、毒減速効果を負ける指揮官と組ませる想定で作られているのかな。そして次の効果。バフを5回付与するごとに黒足効果を10秒付与。黒足の効果というのは直接ダメージまたは確定ダメージを与えるたび 50% の確率で継承ユニットをダメージの 20% 相当回復する。クールダウンは3秒。回復効果がここでも発動するのはいいね。クールダウン3秒なので最大3回くらいになるかな。詳細な発動タイミングはわからないけど、もし即発動でタイミングが合うならフィリッポスが AS で5部隊にバフを巻くので AS ダメージが回復につながる可能性もある。現状第一線で活躍する弓指揮官で効率よく一気にバフを巻く指揮官はいないので、最速で理想通りに回復してくれるかはわからないけど、回復タイミングが増えるのはありがたいね。ちなみにバフ、デバフの定義については以前の動画で触れました。概要にリンクをしておきます。追加で触れると、スキル1の使用や諸活量の武功など解除できない効果は特殊バフ、特殊デバフにあたり、今回のスキル3にある発動条件には適用されません。スキル4、開始や野戦部隊の場合、アクティブスキル使用後、ターゲットに直接ダメージを与える。ダメージ係数はターゲットが受けているデバフの数 ×100 ということで、複数やスタックとかで最大10個受けている場合は1000ダメージ追加ということだね。これは自分が付与したデバフと書いていないので、文字通りであれば混戦で他の部隊がもりもりデバフを巻いてくれている場合も有効ってことだよね。アルプだけだとヤキズでは3スタックしかたまらないので心もとないよね。なのでデバフを貯められるペアがいいってことになるか。反面、あまりデバフをかけられない状況なら格段にダメージが期待できなくなるので、戦場により明暗が分かれそうです。扱いが難しいスキルというところでしょうか。まあ初段の AS ですでにマックスの1000ダメージになる可能性があるのは期待が持てるね。まあ状況によるけどいい火力が見られるかもしれない。さらにスキルダメージを与えた時 50% の確率で3秒間非ダメージ 10% 軽減のバフ。これもいい効果だよね。スキル5、勝利の父。自部隊がデバフを与えると対象の防御を5秒間 5% 低下させる。最大2スタック重複可能。スタック時は持続時間リセットと。発動は1秒あたり最大3回。1部隊につき1秒で1回までと。なので1ターン3部隊に1回巻く感じ。クールダウン1秒なのでガンガン巻けると。これも状況によってはずっと入れられるデバフになりそうだね。さらに味方に回復またはバフを与えると対象の防御力を5秒間 2% 上昇。最大5スタックできると。スタックされると持続時間リセットというのはデバフと同じなんだけど、この効果自体もバフデバフのカウントに入るのかな。もし入るなら3部隊にバフデバフを巻いた時点でスキル3が発動できるよね。そういう仕様になっているのかどうなんでしょう。特に良いところです。こちらも複雑ですね。かなり簡易説明にしてますが書き出すと長いです。バフデバフのスタックや連鎖でダメージが上がったり、さらに効果を巻いたりと複雑だけど面白い指揮官ではあるよね。ペアです。真っ先に上がるのは P アルミニウス。スキル3はタイミングによるけど現状は AS1 回目か2回目で700、最長でも3回目以降では1000ダメージになる。デバフの状態は変わるけど長く戦闘が続けば安定して高ダメージを出せるんじゃないかな。 AOE 部隊にもできるし、前予想ではこれが最高に相性がいいと思う。そしてシャジャル。主将なら火力は上がるけど、パッと見の予想だと副将で使うのがいいかな。回復と確定ダメージにシナジーがあるし、頻度が多いかはわからないけど、タイミング次第で周りに減速効果 50% を負けるチャンスもあるんだよね。
自分は行軍速度 45% と足は速いし、敵で相手にすると思うと結構嫌だねこれ。ダメージ自体は単体だけどタンクとしては戦場に居座れそう。続いてフィリッポス。これはバッファーだね。副将につけて使うと集団戦であればスキル3の黒足が AS で即発動するシナジーがある。怒り減少はデバフに入るのかで変わるけど多分入らなそうなので、デバフによるダメージ上昇などはアルプ単体に頼るしかないかな。ちょいちょい回復するし、シャダルフィリッポスのオフェンス強化版っていう印象かな。そこそこダメージの取れるバッファーとして使えそう。諸葛亮や QSH 衛星と組ませるのは微妙な感じ。怒りダッシュがデバフであればシナジーになり得るけど、書いてないので9割違います。はいはい、そこまで相性は良くなさそうだね。スキルダメージで回復するスキルにクールダウンがなければ鬼のペアになれたかもしれないけど、そうではないし、素直に QSH 衛星諸葛亮とは別の弓2部隊目として考えた方がいいかもしれない。発表前は QSH、YSG、そして諸葛亮アルプとね、して弓2部隊を期待したんだけど、アルプは YSG とも相性良くなさそうだし、どうやら YSG が戦力外になりそうな予感です。添付はスキル。こちらが一例です。陣形はくさび型陣一択。軍旗は伝令官でいいでしょうね。はい、新弓指揮官2人見てきましたが、いやいやどうでしょう。防衛指揮官ウルクの方は歩兵ラリーのアンチとして活躍してくれそうな予感はします。しっかり3す組の強化がされているのではと期待が持てますね。反面、どのラリーにも強いというものではなくなるので、まあこれは仕方ないと、この方向性を支持したいと思います。野戦のアルプはなんせ単体というのが少々残念なところですね。長期の決闘にはかなり強そうですが、本戦で単純に撃破を出すだけなら既存の QSH ペアの方が上かもしれない。9兵の2軍を作りたい人用かもしれないね。そんな印象でした。さあお待ちかねの実装日ですが、グローバルサーバーでは最速なら5月18日の MGE、5月22日実装ですかね。もしかしたら6月中になるのかなと想定されます。最後にお詫びと訂正です。はい、各兵種の防衛続きだったのでちょっとね勘違いしちゃいまして、この次の歩兵防衛を夏に来るとね前倒しでお伝えしてました。EVAL が出たのでまだ先ですよね。通例通りなら年末か年明けになります。失礼しました。歩兵ならまだしばらくはゴルゴーが活躍しそうです。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。新弓指揮官2人、皆さんはどんな印象でしたかね。実装後しっかり仕様がわかるとまた印象が変わるかもしれませんが、ワンクールも使えない激弱指揮官ではないと思うので、弓防衛や弓複数部隊の運用を考えている方は楽しみにお待ちください。今後も来金の情報を発信していく予定ですが、継続には皆さんの支援が不可欠なので、ぜひ高評価、ハイプ、そしてスーパーサンクスで応援よろぷわ。では次回の動画でお会いしましょう。おつぷわーまたです。